ねえきのこ、聞いてや。ブロック4.5っていう新モデルが出て、なんかめっちゃ賢くなったらしいで、最強ちゃう？落ち着いてモッチー。確かにブロック 4.5 はある指標で正答率が 35% から 52% に跳ね上がったの。おお、めっちゃ上がってるやん。やっと新しいモデルほど賢いに決まってる。当たり前や。でもね、ここからが本題なの。同じテストでハルシネーション率も 25% から 54% に倍増してたの。待って、賢くなったのに間違いも倍に増えてるの？どういうこと？意味わからないよ。そう、正答率はちゃんと上がったのにデタラメを言う頻度まで倍に。この矛盾変だと思わない？思うよ。賢くなったんだったら間違いは減るのが普通じゃないの？なんか話が逆だよ。普通はそう考えるよね。でも実は賢い AI ほどハマってしまう落とし穴がちゃんと隠れてるの。今日はね、なぜ賢くなるほどデタラメが増えるのか、その仕組みを最初から順番に解き明かしていくね。その上でベンチマークの数字が本当は何を表してるのか、その読み方まで一緒に見ていくよ。うわ、それめっちゃ気になるやん。スコアの数字に騙されてたかも。最後まで見なあかんな。賢くなったのに間違いも倍増。この矛盾ちゃんと理由があるの。それがわかると AI のスコアの見方が変わるよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。ねえきなこ、スペース XAI から出たって聞いたけど、スペース X ってロケットの会社だよね。 AI まで作ってるの？そうなんだよ。飼い主のタブレット借りて調べたんだけど、正確には2026年2月2日にスペース X が XAI を全株式取引で買収して完全子会社にしたの。 XAI ってイーロン・マスクが立ち上げた AI 会社だよね。それをロケットの会社が丸ごと飲み込んだってこと？そして2026年7月6日に XAI は社名を正式にスペース XAI へ改名したの。2月の買収に続くブランド統合の総仕上げだね。名前まで変えたんだ。その新会社の一発目がグロック 4.5 ってこと？その通り。改名のすぐ後、2026年7月8日に発表されたのがこの新生スペース XAI の初モデルグロック 4.5 なんだよ。新会社になって最初に出すモデルってことか。なんかすごく気合入ってそうだね。しかもね、イーロン・マスク自身の言葉ではグロック 4.5 はオーパスクラスのモデルなんだって。オーパスクラス？高くて賢いって評判のやつと同じレベルってこと？近いな。ただここは要注意。それはマスク本人の X 投稿での表現で、つまり企業側の自己申告なの。独立した第三者評価じゃないんだよ。独立した第三者の評価じゃなくて、まだ身内が言ってるだけの状態ってことか。そう、だから話半分で聞くのが正解。しかもブロック 4.5 はコーディング特化を強く打ち出してるの。コーディング取った？プログラムを書くのに強いってことを？なんでそんな尖った方向にしたの？スペース XAI がね、人気のコード生成ツールカーソル、その親会社のエニスフィアを買収したの。だからコーディングに力が入ってるんだね。へえ。で、それ一体いくらで買ったの？約600億ドル。600億ドルもの全株式取引なの。2026年6月16日の発表だよ。60億ドルじゃなくてその10倍なの。600億ドル？桁がバグってるやろ。そこまで金かけて API 価格は激安。安くて賢い。最強やん。でもね、この賢いには大きな落とし穴があるの。それは後でじっくり話すね。落とし穴？こんなに賢くて安いのにまだ裏があるの？それはすごく気になる。この安くて賢いには賢いからこそ生まれた落とし穴があって、それが数字にくっきり出てるの。でもまずはその賢さが本物なのかを次で確かめるよ。まずは性能から見ていくね。アーティフィシャルアナリシス、通称 AA っていう第三者機関が出してる知能指数、インテリジェンスインデックスで測るの。総合スコア？なんかいろんなテストをまとめた偏差値みたいなもん。近いかも。そのインデックスでグロック 4.5 は54点、
前世代のグロック4.3は38点だったから1世代で足す16点も跳ね上がったの。足す16点？テストで16点も上がったらクラスでビリたら真ん中まで大逆転やん。そうなの。しかも AA の発表記事だとこの54点は最新モデルがずらっと並ぶ中で全体4位、トップ集団のすぐ下なんだよ。4位？誰もが知ってる最強クラスに勝って4位ってそれめっちゃすごいことやん。ただこの全体4位っていう見せ方、実は読み方に少しコツがいるの。それは後でちゃんと話すね。次は正答率。オウムにサイエンスっていう知識テストでグロック4.5の正答率は 35% から 52% へ半分を超えてきたの。へえ、10問あったら5問はちゃんと当てられるようになったってことか。そういうこと。だから性能が上がったこと自体は本当なの。ここはもう私も素直に認めるしかないの。で、モッチーが一番好きそうな話に行くね。お値段なんだけどこれがまた笑っちゃうくらい激安なの。 API 料金は入力が100万トークンで2、出力が6、有名な上位モデルの大体半額以下っていう安さなんだよ。桁が一歩少なくない？他のがどれだけ高いのって話だよ。しかもキャッシュが効いた分は 0.50 まで下がるの。一度読ませた資料はほぼタダみたいな値段で使い回せる。コーディングの実作業でもグロックビルドってするなら1タスクあたりたった 2.49 っていう数字が出てるの。点数も上がって値段も激安。これも文句なしやん。Y でもポチッと使えそうやな。でしょ？点数も正答率も値段もここまではどこを切り取っても全部いいニュースなの。でもね、同じレポートの中に正答率と並んで倍増してた数字が一つだけあるの。次はそれを見る。多分見た瞬間さっきの最強が揺らぐよ。ねえきなこ、さっき性能は本物って言ってたよね。賢いなら信頼できるはずでしょ。そう思うよね。私も最初は全く同じことを思ってた。賢いモデルなら安心できる。でもね、そこに大きな落とし穴が隠れてたの。覚えてる？正答率は 35% から 52% に上がった。ざっくり当たる割合が半分近くまで増えたってこと。ここだけ見れば文句なしの良いニュースなの。でもね、同じレポートの中に正答率とぴったり寄り添うようにこっそり一緒に動いた数字がもう一つあるの。ハルシネーション率。ハルシネーション率って要するにただの計算ミスとかうっかり間違えた割合のことでしょ。絶対そうだよ。ちょっと違うの。ハルシネーションは自信たっぷりに間違えること。本当は知らないのに知ってるふりして堂々と嘘を言い切っちゃうことなの。その自信満々の間違いがブロック4.5では 25% から 54% へ正答率が伸びたのとまさに同時に倍以上へ跳ね上がってたの。賢くなったのに嘘が倍増って矛盾してるやん。どっちやねん。そう思うよね。その反応で正しいの。賢くなったはずなのに嘘だけ倍増する。確かに頭では矛盾にしか見えない。でもね、ちゃんと理由があるの。理由ってつまり頭が良くなればなるほどモデルはどんどん嘘つきになっていくってことを？そう単純じゃないの。賢いほど必ず嘘が増えるなんて法則はどこにもない。そこを勘違いするとモデル選びを丸ごと間違えるの。起きてるのはもっと具体的なこと。正答率 52% と嘘の 54%、 この2つが同じ1匹のモデルに同居してる。それが今回の革新なの。同じモデルの中で賢さと嘘が仲良く手をつないで一緒に増えてるってことを？賢さと嘘が一緒に増えるとか意味わからん。その意味わからんの正体はね、モデルが受けてる良いテストの受け方に秘密が隠れてるの。良いテストの受け方？テストで良い点取るのって優等生ってことじゃん。それがなんで嘘につながるの？普通はそう。でもテストで良い点を取ろうとするその真面目さこそがハルシネーションを生むって言ったら驚く？賢くなったのに嘘が増える。矛盾してるよね。でもこれモデルが良いテストの受け方を覚えた結果なの。次でその正体を暴くと多分明日からスコアの見方が変わるよ。なあきなこ、さっきの賢くなったのに嘘の方も倍増って矛盾。
僕まだずっと引っかかってるんだよ。でもさ、考えててふと気づいたんだ。学校のテストで空欄にするより、とりあえず何か埋めた方がいいじゃん。当たればラッキー。外しても0点は空欄と一緒やろ。空埋めた方が絶対得やん。モッチー、今すごく大事なこと言ったよ。それがハルシネーションが増える正体そのものなの。その空欄より埋めた方がっていう感覚を AI の採点方法がそっくりそのまま作り出しちゃってるの。AI も僕と同じで、わからない問題ほどテストの点稼ぎで埋めに行ってるってことを。そうなの。オープン AI の研究が学習と評価はわからないと認めることより、自信を持って当てずっぽうで答える方に高い点をつけてるってはっきり指摘してるんだよ。だからモデルは良い受験者になるよう鍛えられていて、迷ったら黙るより推測した方が点が伸びるの。良い受験者か。僕もテストは空欄で捨てるのがもったいなくて、全部埋める派だったよ。でしょう。その戦略、確かにテストの点数は上がるの。でも外した時は自信満々の後藤が残っちゃう。このスコアの仕組みを見て、オムニサイエンスっていう指標がまさにそれを測ってるんだよ。正解に渡す1点、自信ある後藤にはマイナス1点、でも答えない危険は0点なの。あれ、危険は0で減らへんのに、なんで賢いモデルはわざわざ答えに行くん？賢いモデルほどわからないで立ち止まらずに、どんどん積極的に答えを出しに行っちゃうからなの。正解も増えるけど、その代わり外した分が丸ごと自信を持った後藤に化けるの。これが倍増の正体なんだよ。ああ、テストで空欄よりとりあえず埋めた方が点になるやつやん。その副作用ってことか。でもね、ここが一番大事。賢い、必ず嘘が増えるは普遍法則じゃないの。採点の癖が生む直せる問題なんだよ。なるほどな。賢いから勝手に嘘つくんじゃなくて、採点がとにかく薄めろって教えてるだけなんか。じゃあこの数字、結局どう受け取ればいいの？実は同じブロック 4.5 があるレポートでは4位、別の見方だと9位に見える瞬間があって、次はベンチマークの読み方そのものを解剖するよ。ねえきなこ、さっき54点で4位ってすごいって言ったけど、本当に4位なの？なんか引っかかるんだよね。いいところに気づいたね。実はね、同じ54点なのに見る場所で4位にも9位にもなるの。はあ、4位なのに9位？どっちが本当なん？どっちも本当なんだよ。兵の発表記事はフェーブル 5GPT5.5 オーパス4点はちと並べて4位ってフレーミングしてるの。でも全モデルのリーダーボード186個並んだ表で見ると9位、同じスコアでもどの土俵で比べるかで順位が変わるの。あ、さっき僕が4位すごいって喜んだやつ。これか。見る土俵が違っただけなんだ。そう、それが落とし穴の一つ目。順位はどのランキングかを見ないと意味が変わっちゃうの。じゃあ、あの激安コストコーディング 2.49 ってやつ、あれはガチで安かったよね。安いのは本当。でもね、2.49 とフェーブル5の 11.80 って実は別々のハーネスで測った数字なの。ハーネス？何それ？タグ？エージェントの土台のことだよ。グロックはグロックビルド、フェーブル5はクロードコード、GPT5.5 はコーデックス。全部別なの。だから厳密に同じ条件の比較じゃなくて、それぞれのやり方でこの単価ってスナップショットなの。あ、さっき僕が激安で飛びついたやつ、条件付きだったのか。それが落とし穴の2つ目。値段は同じ条件で測ったかを見ないとフェアな比較にならないの。じゃあ最後のタスクが言ってたオーパスクラスは、あれは本物でしょ？それがね、オーパスクラスもオーパス 4.7 と同等もマスク本人が言ってるだけ、会社の自己申告なの。第三者がちゃんと評価した数字じゃないんだよ。だからそう言ってる泊まりで受け取るのが正解なの。じゃあ数字だけ見てすごいって喜ぶの結構危ないってことやん。そうなの。だから数字はどんな条件で出たのかまでセットで見るのが大事なんだよ。さっき僕がオーパスクラスすごいって興奮したやつも鵜呑みは危なかったのか。4位も激安もオーパスクラスもさっきの話、全部ここに繋がったんだ。4位なのに9位、激安なのに条件付き、
数字って読み方一つで別物に見えるの。次はこれを明日からあなたが使える3つのコツに落とし込むよ。じゃあ今日のまとめね。グロック 4.5 は賢さとハルシネーションが一緒に上がる、そんなトレードオフを持ったモデルだったの。賢くなったら間違いも減るって思い込んでたけど、そうとは限らないんだね。だから実用のコツを3つ渡すね。1つ目は1つの数字で判断しないこと。知能指数だけじゃなくハルシネーション率もセットで見るの。なるほど、スコアが高い、安心って単純な話じゃないってことか。2つ目はベンチマークの条件を読むこと。どんなハーネスでどのビューを見た結果なのか、そこまで確認するの。条件か。僕、数字だけ見て満足して終わってたよ。3つ目は重要な用途では AI は自信満々に間違える前提で必ず検証すること。ここが一番大事なの。うわ、これ AI 全般に言える話やん。保存しとこ。ワイヤーしたから数字の見方変わるで。そうだね。でもね、グロック 4.5 は悪いモデルってわけじゃないの。賢さと過信が同居するすごくいい教材なんだよ。確かに、賢い、必ず嘘つきってわけでもないもんな。使い方次第なんだね。そこでみんなに聞きたいの。モデルを選ぶとき、あなたはスコアとハルシネーション率、どっちを重視する？僕は間違えられたら困るから、正直さ重視かな。みんなはどう思う？コメントで教えてよ。最後に一つ、この自信満々に間違える問題。実はグロックだけじゃなく他の最新モデルでも起きてるの。どのモデルが一番正直かは、それはまた別の動画で。気になるやつやん。それは楽しみにとっとくわ。じゃあ最後まで見てくれてありがとう。参考になったらいいねだか評価してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。